いらっしゃったいらっしゃった。名人黒沢さん、黒沢さん、どうも黒沢さん、はじめまして。よろしくお願いします。名人です、名人。この人がいないとうなぎ取れないんです。というわけで四万十川にやってまいりました。さあする気満々なんですが、私一人じゃどうにもこうにもならないんで、職人さんがいらっしゃいます。なんてお呼びすりゃいいの？名人。いや、名人。うなぎ取りの川漁師とか。川漁師さんで、要するにうなぎを取られてるんですよね。うなぎがメインになりますね。黒沢さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。昨今の四万十の状況はどうなんですか？ですね、正直な話。正直最悪ですもう全然水がですね、何日雨降ってないんでしょうかね。雨が降らないわ、暑いわ。暑いわでですね、もう水が腐ってまして。確かにあったかいですもん。そう、これも多分本当に30度ぐらいはありそうな。やっぱり生態系にかなり影響が。まあうなぎはもともと高温には強いんですけど、雨がないのが一番良くないんですよ。いや、そうか。こういうところにも異常気象が影響してるわけですね。これでこんな時に一回雨がドンと降ると、めちゃくちゃ取れますけどね。なるほどね。今日は僕はどういう漁をやるの？うなぎ取りの。今日はですね、うなぎの転ばし漁。転ばし。転ばしというのはですね、うなぎの罠、筒ですね。入ると出られないという。ネズミ捕りのうなぎ版みたいなやつですね。そうですね。木製とか竹製とかいろいろあるんですけども、今回は木製を使います。はい。今すぐ取れるわけじゃないんですよね。これ今日夕方入れまして、明日の午前中に揚げに来て、夜の間に入るか入らないかというのね。そういうことです。これが転ばし。そうです。これでパカンとやったら出られなくなっちゃうやつだね。こうなったこの。重りが石で。これなんでこうしてるかというと、船から入れるときにですね、これ水にスッと入ったときに、川底はゴトゴトしてるんで、こんなになって設置されちゃうときにある。こういうのは入りづらいですよ、うなぎって。入んないですね。やっぱりちょっとでも上を上げるように。上上げて下向き。で、コッと入るようにしてます。そのパッと入るというポイントが、黒沢さん独特のものなんでしょ？まあそうですね。これが別になんか印があるわけじゃないし。まあそこがね、難しいところです、うなぎの。本当に。それはどういう勘ですか？もう流れ。その時の水温によっての推進。うなぎがどこを動くだろうという読み。読みね。そうです。これを作ってる方がいらっしゃるわけですね。いや、自作です、これ。これ作ったんですか、これ？単純に見えますけど、こここういうね、ペンがついてます。入ったら出られないね。この硬さ、角度、穴、水通し、全部、つける場所によって僕は書いてます。それすっごいね。で、俺、ずっと思ってるんですけど、うなぎはよく食べてるんですよ。でも、四万十の天然のうなぎっていうのは、それはもう、希少価値じゃないですか。まあ、そう思います。絶対そうでしょ？はい。天然のうなぎを取るというね、すごいテーマを投げかけてくれましてですね。うちのファンの方がですね、投稿者の方が。これでも面白いっていうことで、今日ここに来てるんですけど、これ勝負で賭けですよね。ものすごい賭けですね。通常だったら姿を見ることは、まあ、そんなに難しくはないんですけど、このコンディションはかなり悪いですね。はい。という言い訳ビデオも入れておきます。言い訳ビデオ。でも本当はもう本来だったらもう任しといてくださいよみたいな感じでしょ？言いたいですけど、今回はちょっと言えないという。なるほどね。こちらで言う人間が難儀する感じですね。うなぎじゃなくて僕らが難儀する。僕らが難儀する感じですね。ですよね。難儀。うまいですよね。難儀。はい。難儀。はい。いただきました。さあどこへ仕掛けようかってもう探してるんですね。そうなんですよ。今ですね、実は潮が海から上がってきてる。だって香りがします。潮が上がってきてる時って川の流れが消えちゃうんですよ。今まで自分がここら辺散々潜って地形を把握してるので、夜うなぎが動き出す時間に引くんですけど、その時に流れが出るんですよ。どの地形にいい流れが出るかなという、これは完全に予想で仕掛ける形になる。いや、本当は流れ見たい。本当は流れ見たいけど、今日は流れが出てません。これ出てないんだよ。全然流れがあるとかないとかも分かんないですよ。
すごい時はあそこの橋桁の下なんかこう渦巻きますかはあ、そんな勢いがあるんだ。ら。はい。よっしゃ。というわけで行ってまいります。おかず用意してくるからね。もうあちらこちら見渡してます。僕もポイント今探してるんですね。そうなんですよね。エンジン使いました。エンジン。ここからはエンジンですね。すごいですね。ってことはかなり深いところ行っちゃうんだね。そうですね。まあでもちょっと深いところよりは背ってわかりますでしょうかね。はいはい。背に近いところの方が水がない時はより流れが出るじゃないですか。はいはいはいは要は流れが出るということはそこの酸素量が高いんで、そこへ集まる可能性もあるということをい。今今僕晩は予報。ちょっとこう風を感じてるんですが、はいはい。これは流れ的にはまだダメなんですか、みたいこれ今ね流れが逆にこっち来てます。潮が。な。あ、わかんない。そうなの？はい。これ潮こっちが登ってんの？そうなんです。わかんない。これねエンジン止めてこうやってると風でうん。下流に行くだけであって、普通だったらこれ川なんですからこうやってたら風の神から吹いてるんですしバンバン流れていくはずじゃないですか。あ、そうですね上が。ってません？本当だ、上がってる。一人で。今エンジン使ってないですもんね。使ってないですよ。しかも風上がってる。吹いてるんですよあ、ということは潮がこう押してるんですかね。そうですね。今押して上がます。ってきてるんですか。はい。今だから上流に上がってるんですね、僕らはね。そうです。あ、探してる。あ、してる探してる。なんかもう完全無欠のロックンローラーみたいになってますよ。読んでますね今。この辺の線で一本行ってみましょうかはい、ね。降りましょうか。チャゲさん、そしたら川エビをですね。川エビ。あ、これがはい。餌。うわ、これはもう四万十の川エビ。はい、そうです。名物じゃないですか。名物ですね。これが餌。えいただきます。え。これも本当に十分美味しいんですけど。これカリッと揚げて塩振ってバッて食べればもう最高じゃないですか。そうなんですよ。これどうやって仕掛けるの？これじゃあ僕一回ちょっとレクチャーぜひさせていただきます。ピンピン跳ねますんで、あ、エビですもんね。で、こうやって開けていって。うわー、パカッと開いた今。はい。はで、こう上こうしといていただいて、はい。こっちの下に何匹ぐらい？ 10匹ぐらい入れましょうかね。 10匹。これここちょっとああ、そこ網がから出ないんですか？そうこれはちょっと網が大きいタイプなんで、大きいエビを選んで入れてほしいんですよ。なるほどね、そういうことね。はいやっぱ網の大きさが影響するわけです。そうです。なんか若くしますね。ね、わかる。 7匹、8匹。それぐらい大丈夫ですね。大丈夫ですか？じゃあ大きいのはこのぐらいで。はい、これ閉じて。こうですね。そうです。こうですね。で、これをゴムをパチッああ、そうか、蓋さんと。で、最低をこれを。あ、これね、これが大事なんですね。中でうなぎが絡んじゃうんですね。これ一発。こういう仕掛け餌も入りました。はい。いや、もう楽しい。じゃあちょっとポイント今から誘導します。はい。動いちゃったんですね。頼むぞ、入ってくれよ。入ってくれよ。うなぎって半年ぐらい餌食べなくても知らないんですよ。なんでだから人間が食べたら精がつくとか。そうかもしれないですね。ね。生命力が。そういうことね。ビタミンが豊富なんですね。ビタミンすごいみたいですね。僕も確かに元気になりますもん、うなぎ食べたら。本当そうですよね。本当にね、ポイントは狭いのでポイントに当てない。入れたいんですよね、バシッと。この線だな。もうちょっとこうか。よし、じゃあチャゲさんそろそろスタンバイを。そろそろいいですか？はいスタンバイしますよ。はい。ではいつでも投入してください。これまずこうですよね。普通に普通に入り口をこうひょっと下流の方に入り口をスッと。スッといきますよ。はいいきますよ。はい。スッ。はい、いいです。それでそのままレンガを落としていただいて。落としてはい。どうしますよ。はい、どうぞ。どうしましたよ。スル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 。スル浅いのですぐつくと。スル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 。これわかるか？スルじゃなくてスル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 。止まったかな。止まりました。はい。少し角度つけたいのでもうちょっとスルスル出してください。はい、出しました。はい。はい、その辺で糸をクッと掴んでください。で少しくるくるくるっと引っ張ってやってください。ゴトゴト言ってますか？石をゴロゴロ言ってる感じあります？なんかはいあります？はいはい。そしたら離してください。はい。よし一本。こんな感じで入れていきますので。
おー、結構上がりますね。いつからやられてるんですか？四万十川12年です。誰か師匠かなんか言わず、はい、おりました。四万十川で一番有名な名人がいたわけですね。名人がいたんですけど、もうその方も今年組合員もやって引退されてるわけ引退しました。じゃあもう一本はい。だいぶ慣れてきましたからね。慣れてきましたね。結構跳ねます。お願いします。しかし全然流れが出てませんね。ここら激流になるんですよ。そうなんですか。本当に潮が来てます。これ明日の昼間ここから1メーター50ぐらい引くんですよ。もあんまり浅いところ入れると干上がってしまううそうので、いうことか。その駆け上がりもこの辺の地形を知ってないとちょっとそういうことよね。それはもう10年かけて黒沢さんがもう本当取れたらいいんですけど、ちょっと激流の脇に入れに行ってみましょうかね。この四万十川も僕が知ってる12年でもすごい変わっちゃってですね、今山がものすごい切るもんですから、すんごいんですよ。台風のたびに土砂が台風多いですもんね。どんどん浅くなっちゃってるんですよ。なるほど。大きい石の間もそういう土砂が埋めちゃうので、こういうエビがそういう間に住んでるじゃないですか。はいはいはい。住処がどんどんなくなっちゃってそのて、餌の住みかも餌も取れなくなってくる。そうなんです。じゃあチャゲさんここら辺でやってみますからね。いきますよ。はい、どうぞ。ひょんひょんとスル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 ってテンション感じながらスル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 上手上手。スル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 そこつきました。つきました。はい、そしたら少し伸ばしてもらって角度取って、最後角度取ったら上流引っ張ってってください。あ、ゴロ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 って少し動いたらいいです。動きました。はい、OK です。これ入ってくれよ、頼むぞ。本当にうなちゃん。いた。挟みやがった。挟みますよ。挟んでるよ。痛い。痛い。で、これちょっと。それで大丈夫。ここで。はい、OK です。OK。で、どこ行きますの、今度は。最初に入れたところのちょっと浅いところに行って、そのまま帰りましょうかね。そうか。この時間帯に仕掛けるわけですね。一番夕刻。いいですね、夕刻が。チャゲさん、こういう自然の中で遊ぶことは昔からやられて大好きです。僕福岡なんで、九州の。で、海も川もあるんで。そうですね。両方の遊びは一通りやりました。特に得意なのは何ですか？僕は川だったらもっと上流の方行って、緑色になるところの深いところあるじゃないですか。綺麗な。あそこに飛び込むの。なるほど。冷たくて夏は好きでしたね。川ガキですね。はい。やっぱある女子マンとはもう。ありますあります。上に行ったらいっぱい。冷たくて気持ちいいんですよね。そうですね。海は海で磯遊びが好きですから。なるほど。じゃあこういう生物系は好きですね。得意分野ですね。でもこんなまさか自分が四万十川でうなぎ取ってるなんていうのはね想像つかないですね。そうですね。まあぜひ取ってもらいたい。いやもうこの体験しただけでもすごいことだけど、四万十だよ四万十。ねえ。本当に高知県の果てですもんね。そうですね。まだですよ。まだですよ。まあポイントがはい、そろそろどうぞ。よいしょ。ポン。当たりました当たりました。はい、そしたら少しそのまま出してください。はいはい。当たりました。で角度がついたなと思ったら引っ張ってください。ゴロ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 って言えばいいです。まだですね。OK ですか？はいはい。はい、どうぞ。それでは岸に向かってお疲れ様でございました。いや仕掛けちゃったよ。30本いやー、本流はかける時だとまあそうですね、30からそんなに50、それでその後支流まで今度車で行って支流は大変ですよ。そうでしょ。まあ道そういうことか。狭いし30から50かけて支流でさらにまたまあ本流かけた日はそんな時間がない半日ぐらいしかないんで20本ぐらいかなかけられて。20本かけでもその支流は歩かなきゃいけないんでしょ。そうなんですよ。で転ばし結構重たいんで片手に3つ片手に3つで6個じゃないとちょっと山道とか谷歩くの怖いんですよ。もう53歳なんですけど
若い若い。最筋トレしてないんですけども、腹筋とかバリバリ割れちゃいますよ。いや、そりゃそうでしょう。体幹良くなりますよね。そうですね。いや、貴重な体験をさせてもらったよ。私は今四万十川でこういうことをしているんです。昔の少年だった自分に言い返したい。お前は待ってくださいね。日本一すごい四万十川で、しかもうなぎを取ろうとしてるんだぜ。いやー、こんな日が来るとはね。さあ、というわけで自国的に言うともう夕刻もう任せて、もうお祈りして。そして夜活動してくれることをそ出てきてもらって、あそこにスポンと入ってもらうことを願うだけですね。う、もうチャゲさんが入れたこの場所に、俺はここに入りたいなっていううなぎが来てくれることをですね。本当ですよね。でもね、これだけでも、この経験しただけでもすごいですね。よかったです。はい、なかなかできるもんじゃないですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。明日です。To be continued ですね。 To be continued。おお、入ってる、入ってる、入ってる。おお。